こんにちは、イブママです。今回はサントリーフラワーズサフィニアート小梅ちゃんの冬越し、ここまでの冬の管理と冬の肥料のお話をしたいです。そして一緒に冬越しをしている仲間、今回は紹介だけさせていただきます。 PW スーパーベル、あふれ咲きペチュニア、サントリーフラワーズミリオンベル、坂田の種サンパチェンス、ハルディン千輪咲きひまわりサンビリーバブル、 PW チョコレートコスモスチョカモカ、そしてその差し目 PW スーパートレニアカタリーナとエルボスブルグブルーラグーンのごっちゃ混ぜ差し目の一鉢、サントリーフラワーズサンパラソル2種類、冬越し日向ぼっこシェルティーワンコ、冬越し雪でテンションが上がるにゃんこ、 DCM カーマポンポン咲く八重咲きペチュニア、100円ペチュニア、100円インパチェンス、200円アメリカンブルー。ワンニャンは冗談ですが、今回は小梅ちゃんを中心に冬越しの様子をご紹介したいと思います。その他のお花の冬越しの様子はお伝えしたいことがいっぱいあるので、来週まとめて編集してお届けしたいと思ってます。たくさんの素材を一生懸命編集しました。短い動画です。最後までどうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルではガーデニングのお迷いのヒントをサクサクっとなるべく短時間編集してお届けしています。ナレーションへったくそですいません。でももしお役に立ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。サントリーフラワーズ小梅ちゃんの9月、10月、11月、12月、そして今年1月の2日、さらに1月の14日、1月の24日、雪の日の軒下避難の様子。雪の日の翌日、とっても傷んでいて花柄が増えていたので撮りました。すっきりと若々しくはなりましたけど、ちょっと寂しくなりましたね。やっぱり冬です。小梅ちゃんだってどんどんと成長が鈍くなってきました。ここでご理解いただけましたでしょうか。私、小梅ちゃんは夏だけのお花だとは思っていません。この団地においてはですが、多年草という扱いで小梅ちゃんと向き合っております。ここ愛知県南部とはいえ、氷点下の夜は何日かありました。しかし根元を見ても下葉の方が枯れ上がってはいません。緑色の若々しい葉っぱがどんどんと出てきています。室内に取り込むこともなく外に出しっぱなしです。この寒さで小梅ちゃんがどこまで耐えれるのかっていうのは私もやったことがないので分かりませんが、冬もあと1ヶ月です。今年は暖冬という要因があるとは思うのですが、でも年々暖かくなっていますんでね、多年草になる可能性はありますよね。しかし一つ、今年の冬初めてやってみたことがあります。以前から動画内でちょこちょこお伝えしていることなんですけど、夏のお花たちに夏の終わりから毎回液肥入りの水やりをしています。ハイポネックス原液、リキダス、木作液、この3つを混ぜています。だいたい2000倍。冬は薄めです。咲かせ続けている小梅ちゃんにも、普通に摘心をして小さくして冬越ししている小梅ちゃんにも、そして冬越しを頑張っているお花たちにももちろんみんなあげています。そして一冬に 2,3 回ですが、こんなスペシャルな肥料も使います。めちゃくちゃ寒くなる日の前日か次の日にあげています。この冬はこれが2回目です。暑さ寒さで株が弱っている時、日光不足な時、徒長気味などなど書いてあります。規定量はお花は500倍ですが、冬なので2000倍にしました。よくかき混ぜても粉が残りますが、これは残ってても大丈夫なんだそうです。大丈夫どころか残った粉にもいい効果があると以前視聴者様からお教えいただきました。真冬を頑張る夏のお花たちにこうしてたまにごちそうをあげています。小梅ちゃんの真冬の冬越しの管理、それは液肥をあげ続けていること。それともう一点あるとしたら、この場所から移動させていません。同じ環境でじっとしてもらっています。また寒くなったらスペシャル液肥あげるから、あと1ヶ月頑張ってほしいな。しかし補足ですが、この粉を溶かして作る液肥、個体によってはぶつかることもあります。これはボンザマーガレット21年の秋に購入した株です。これで3年連続なんですけど、この液肥をあげるごとに1枝2枝枯れてしまいます。液を注いだところに一番近い枝がこうなっちゃうんですよね。このお花の苗を買った2年前、この液肥を注いだ直後、突然枯れ出しました。
二枝が茶色く朽ちたためカットしました。なので半円になってしまいました。そして昨年同じように液肥を注いでしばらくしたらまた二枝が枯れ出しました。そして今年もしかしたらまた枯れちゃうかなと思いながらあげて、やっぱり一枝枯れてしまいました。このようなことが起こるのは、私の庭ではこのボンザマーガレットローズピンクというお花だけなんです。原因は分かりませんね。ただ個体差、相性ということなんでしょうかね。でもそれはどんな資材、どんな肥料にも起こりうることなので、冬は特に水やりの機会が少なくなるため、一つの資材でのダメージが起きやすいです。愛情を持ってまめにチェックしてあげることにつきますね。異常が出た時、液体だったら次の日からやめればいいんですけど、このような混ぜ込むものや追肥のような鉢の縁に置いておいて、その置いた部分に濃く溶け出るものは取り除ききれないので、本当にめったにあることではないんですけど、冬はそれほど植物たちも成長はしませんので、液肥だけでいいんじゃないかなって思っています。もう一つ、冬の管理についてですが、寒い日は室内に取り込むケースが出てきますよね。その時にやっておくといいこと、とにかくおすすめなのは風を送ってあげることです。蒸れちゃうリスクも減らせますし、二酸化炭素をいっぱい浴びれて植物たちはへこたれずに済みます。もう一つ、ウッドデッキをお持ちのお宅の方、ウッドデッキの下、寒さをしのげます。こんな風に下に入れ込んでご活用されてはいかがでしょうか。上手に咲いたらあなたがお上手、枯れちゃったら天気のせい。いろんなお花を楽しく触って、自分と自分のお庭にマッチしたお花、これからも探していきましょう。いかがでしたでしょうか。小梅ちゃんの冬越し、来週違うお花の冬越し出させていただきますね。ところで、私の友人たち半分の人がビオラだけ秋にちょっと植えて、もう冬の園芸やめてしまってるんですけど、この寒さで皆さんもやめたくなることありますかね。冬は冬のガーデニングをぼちぼち楽しんでいきましょうね。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。